皆様お疲れ様です。あおさんです。今日は新しく完全ワイヤレスイヤホン、こちらの JBL のクラブプロプラス TWS を購入したので、商品レビューをお届けしようと思い動画を撮影しております。私は、10年以上、バンドをやっていまして、音にはそこそこ詳しい方かと思います。でも、なんていうんですかね、ガジェット系のレビューって本当に詳しい人がやるものだと思っていたんで、正直ちょっと避けていたところはあるんですけど、僕なりに分かったところを結構細かくお伝えできるんじゃないかなと思ったので、動画を撮ることを決めました。ぜひぜひ細かいところまでお伝えしようと思っておりますので、最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。あおさんの充実。もう開けて何回も使っているんですけど、中身が一応こういう風になんかマグネットで開け閉めできるタイプで、このように本体が入っております。こちらが本体ですね。下のところに USB-C ポートと、あとはリセットボタンがありまして、外観はそれ以外もう何もないです。で、こちらを開けると、イヤホンの本体が、LR で2つ入ってます。一度 Bluetooth でつなげば、もう自動的に iPhone とかに接続をされるようなものになるんですけど、一つここでちょっと気になることがありまして、泣いてる。ペアリングをするときに、このように2つ出てくるんですよ。1つがこの本体に対する Bluetooth の接続で、もう1つはアプリの方の接続らしいので、2つとも接続しないとアプリがうまく機能できないらしいので、お気をつけください。こちら調べて分かったことになります。あおさんの充実。私がこの JBL の完全ワイヤレスイヤホンを買った理由としては、とにかく音がいいとの評判のワイヤレスイヤホンです。あとは、実際に実店舗に行って、アプリにつないで、試したりとかもしてみたんですけど、これめっちゃいいなと思って、すぐに購入を決めたような感じになります。アプリを使うと、初めて音が化けると言われている、イヤホンになりますので、アプリのダウンロードはマストかと思います。で、動画編集で今ちょっと使ってるこのヘッドホンの有線がもうめっちゃ邪魔で、完全ワイヤレスイヤホンずっと欲しくって、で、いろいろと他の方の YouTuber の動画を見ていて、このワイヤレスイヤホンが良さそうだなと思って購入を決めた感じです。私は楽天スーパーセールの時に購入をして、税込み 18,190 円で購入したんですけど、その時確かポイントがいや違う。その時確かポイントが10倍以上ついてたので、実質16,000円ぐらいで購入できた感じになります。で、ここを開けると、このようにイヤホンが2つ入ってるんですけど、この JBL って書いてあるところをタップすると、再生や一時停止、早送り、巻き戻し、あとは、ノイズキャンセリングとか、トークスルー機能とか、アンビエントスルーとかの機能が、使えるようになってます。では実際につけているところを今からお見せしたいと思います。こんな感じです。結構大きいです。でもつけた感じ、走ったりとかしても別に外れるような感覚とかは全くないので、結構僕見た目的には好きですね。ワイヤレスイヤホンめっちゃつけてるっていう感じが、武骨っていうんですかね。なんかそんな感じで結構気に入ってます。あおさんの充実。ではまず機能面についてお伝えしていこうと思います。こちらの歯車マークを押せばいろいろと設定ができるんですけど、まずはタッチ操作の、左イヤホンと右イヤホンで設定が変えれて、私は一応左にアンビエントサウンドの操作と、あと右側には再生コントロールっていうのをつけてます。音量のコントロールとかボイスアシスタントっていうのも設定できるんですけど、一応このような設定です。左で言うとワンタップでノイズキャンセリング、アンビエントウェアの、あとはオフ。で、ダブルタップにするとトークスルーオン、オフと変えたりできます。正直トークスルーって近くにいる人と会話をするための機能だと思うんですけど、イヤホンを外して会話したりするので、正直これ使わないです。なので自分の中で重要視しているのはノイズキャンセリングぐらいかな、っていう感じになってます。で、あと歯車マークの中にボイスアシスタントどれ使いますかとか、なんかこういうのもあるんですよ。 Google と Amazon。でもこれで実際長押しすると Siri が起動します。こんな感じです。違う、ごめん。
であとは最適なフィット感をチェックするっていうところがあるんですけど、こうはめて回し込む、こう回し込む、こうはめて回し込む。これであとは、スタートを押すとこのような感じで、フィット感をチェックすることができます。今出た感じ、両方ともイヤーチップのフィット感は良好ですとのことです。で、このイヤホン本体を見つけるっていうところがあるんですけど、イヤホンから結構大きな音出るので、つけてる状態で鳴らすと結構キャーってなるので気をつけてください。設定項目は以上で、あとはこのノイズキャンセリングとアンビエントサウンドの操作っていうのもアプリ上で行えるんですけど、これはこのアプリなんか今不具合中なんかわかんないんですけど、今見ていただいたらわかる通り、ノイズキャンセリングが全くできないんですよ。で、本体のリセットボタンを押して、イヤホン中にしまって、蓋閉じて、蓋開けて、出してまた接続し直したら、ノイズキャンセリング使えるようになったりするんですけど、これちょっとマジで早く直してほしいです。かなり使い勝手が悪くなっているので、で、アンビエントサウンドも一応ここをこういう風に押せば、機能したりするんですけど、なんかこれもちょっとおかしいですね。で、ノイズキャンセリングは一応このように通常モードとアクティブモードっていうのが分かれているんですけど、まあ通常の生活ノイズをシャットアウトっていうところしかほとんどの方使わないんじゃないかなと思います。なんかこれも今できないんですよ。マジで直してほしいこれ。スマートオーディオモードっていうところを押していただければ、ノーマル、オーディオモード、ビデオモードっていうのがあるんですけど、まあ、私は動画編集で使おうと思っていたので、今現在はビデオモードにします。音楽聴く人は、オーディオモードが絶対いいと思うので、オーディオモードにしておいた方が、いいんじゃないですかね。で、あとは、こちらの EQ っていうところを押していただければ、DJ の人、昔なんかね、5、6人ぐらいいたんですけど、契約が切れたのかどうか、なんか一時1人しかここに載ってなかった時もあるらしいんですよ。今はちょっと3人いるんですけど、このようにこの人の、EQ を使いたい、この人の EQ を使いたいっていう風なことができるんですけど、この中やったら僕はこの女性の方のやつがまだちょっと聞きやすいかなとは思います。で、右に行っていただければ、このようにピアノ、ジャズ、ボーカル、で、マイ EQ っていうのを設定することができるんですけど、まあ、このマイ EQ のところをタップしていただければ、このように細かく自分で EQ を設定したりすることができます。正直、普通に生活していて、イコライザーのこと言われても全くわけわかんないと思うんですけど、まあ僕はちょっと今、作る時間があまりにもちょっと少なくって、Amazon に載っていたレビューのEQ を真似してちょっと作ってる感じです。で、この EQ なんですけど、僕バンドをやっていた時にライブハウスのお仕事も一時ちょっとしていたことがあるんですよ。まあそこも結構長いこと10年ぐらいは働いていた感じになるんですけど、そのバンド時代の時にライブハウスの店長の方に音を作る時は基本的に削るところから始めていけっていうふうに僕は習いました。なんていうんですかね、基本的にみんなってイコライザーの音をいじるときって大体足していくと思うんですよ、ほとんどの方が。でも、欲しい音を足すんじゃなくって、音作りって基本的にいらないところを削って作っていくっていう感じらしいんで、そのようにやっていたんですけど、なんかね、このアプリのイコライザーそういうわけでもなさそうで、さっき言った欲しい音を足すっていう方が作りやすいんじゃないかと思います。あと、このピアノにすると完全フラットになるんですけど、完全フラットにした状態で音量をマックスにしても、なんかそんなに音大きくならないんですよね。で、EQ を上げれば音が上がるので、EQ 結構上げ目にすると、なんか結構爆音で、なんていうんですかね、ノリノリになれると思います。ちなみに私がいていたバンドは、ラウドミクスチャーっていうジャンルの音楽をやってました。リンクは貼らんとこかな。恥ずかしいんでやめときます。で、実際、これで音楽ちょっと聴いてるんですけど、今見た感じ結構ミドルを若干削り気味で、ローを出して、ハイを結構高めにしているイコライザーになるんですけど、まあこれがいわゆる、形的にはドンシャイって言われている、イコライザーの形になります。真ん中の部分を削ることによって、まあ音をスッキリさせるっていうような感じのイコライジングですね。もうちょっとローを足し気味で、ハイをもうちょっと下にした方が個人的な好みなんですけど、ローをちょっとあまりにも出しすぎると、なんか、曲によっては結構ベタっとした印象になったりとかするので、なんていうんですかね、ローハイっていうんですか、この縦線のこの辺
この辺のところをちょっと上げると、まあ、曲によっては結構そのローの迫力っていうのが結構出たりするので、結構個人的にはここら辺を上げつつ、なんか綺麗に円を作るのが結構好きなんで、でもこれすごくないですか？こんなに結構なんていうんですかね、ちゃんとイコライザーいじれるんですよ。最初会った時感動しましたね。あんまりハイすぎるところのシャリシャリした音って正直そんな好きじゃないので、まあ下げ気味にして、これちょっと極端すぎますけど、もうちょっと緩やかな方がいいかなと個人的には思うので、まあ、ちょっと緑を上げ気味にして、まあ聞いてないとなんともですけど、なんかイメージ的なこんな感じ。このミドルハイっていうところも結構、ミドルハイっていうところも結構好きなんで、まあなんかこの辺を上げつつ、シャリシャリした部分を若干削り気味で、ミドルって上げるとなんかね、結構音モコモコするじゃないですか。この辺をガーッと上げてしまうと。なので、まあミドルのそのモコモコを取ってスッキリしたっていうこのドンシャリサウンド、結構皆さんもドンシャリ好きだと思うんですけど、僕もドンシャリかなり好きです。実際僕がバンドやっていた時もギターのサウンドはドンシャリで出していたので、結構まあこういうイコライジングになるんじゃないかな。わからんけど、ちょっと聞いてないから全くわかんないですけど、カスタム EQ ってこれ何個か作れるんですよ。1個だけじゃなくってマイ EQ2 とか3とかっていう風に作っていけるんで、なんかこれ名前を変えたりとか、まあちょっと2個目作ってみようかな。こんな感じでマイ EQ2、マイ EQ3 っていう感じで、イコライザーをどんどんとこう足していくことができるので、まあ曲によってそのイコライジングを変えたりとか、でもね、このイヤホンでイコライジングを変えたりすることがちょっとできないので、まあこっちで正直再生停止とかいらないんで、イヤホン外したりとかすれば聞こえなくなるじゃないですか。だから、こっちでイコライジングを変えるような機能とかをアプリでつけてくれてもいいんじゃないかなとは個人的には思いました。で、このイコライザーを触れる機能としてはすごい、ありがたいんですけど、正直ちょっとあんまり気に入らないところも完全ワイヤレスイヤホンの中ではいくつかあります。このイヤホンをつけるとかなり密閉感増すじゃないですか。でノイズキャンセリングとかピッてすると、なんていうんですかね、寝てる時に枕にこう耳を閉じて寝た時って自分の心臓の音、心音とかが聞こえたりして逆になんか寝つけないっていう時ないですか？なんかノイズキャンセリングって個人的にそのような感覚に近いものを感じるので、歩いてるとなんていうんですかね、足音が頭の中に響いたりとか、なんかそういうことを結構感じたりするので、ノイズキャンセリングって全部こんな感じなんですかね。正直完全ワイヤレスイヤホン買ったのこれが初めてなんで、まあちょっとその辺わからないですけど、もうあんまりノイズキャンセリングそんなにちょっと好きじゃないです。まあこれに限ってではないかもしれないので、そこはちょっと参考になるかは分かりませんが、まあなんかちょっと響く感じはします、頭の中で。ノイズキャンセリングを使ってなくってもなんかちょっと響く感じはするので、ノイキャンってこんな感じなんかとかはちょっと思いました。このイヤホンなんですけど、これね、つけてて音楽聴くじゃないですか。で、こう外して、この中に入れると再生が勝手に停止に、なるんですよ。これすごい神機能で、もうなんかいちいちここをタッチしたりとか iPhone を出して停止にしたりとかっていうことをしなくていいんですよね。閉じるだけで音楽を停止することができるので、これめっちゃいい機能です。ここすごい気に入ってます。で、あとは片方だけこういう風にイヤホンをつければモノラルで音楽を聴くことができます。自動変更されるらしいです。2つつけると勝手にステレオになって、片方外してしまえば片方だけで音楽をモノラルで聴くことができるので、この機能も結構気に入ってます。で、動画編集で実際これ使ってみたんですけど、正直なところ動画編集にはやっぱり完全ワイヤレスイヤホン向いてないのかなって思いました。っていうのも先ほどお見せしたこのスマートオーディオっていうところのビデオモードで実際この動画編集をガチャガチャってやってみたんですけど、やっぱりね若干遅延を感じます。効果音をつけたりとか動画が動いているのにこの音声をつけたりとかするじゃないですか。音声とか曲とか効果音とかで、やっぱりそこにちょっと多少のズレを感じるので、正直これを僕は動画編集では今現状使ってないです。このやっぱり有線の兄貴にもらったやつなんですけど、ゼンハイザーの安いヘッドホンだと思うんですけど、これずっと使ってます。
まあ音が分かりゃいいかなっていうぐらいなんで、まあ結構安いのでもいいんですけど、まあなんか結構これ付け心地も良くって、見た目もそんなにかっこ悪くないっていうか、まあ結構好きなんで、まあこれずっと使ってる感じですね。なので、ちょっと正直これ出勤中に音楽を聴くっていう時でしか、今はちょっと使えてないのが現状です。で、あとは、この、なんていうんですかね、今左に、タッチ操作の左にアンビエントサウンドの操作っていうのを設定してるんですけど、これでワンタップするとノイズキャンセリングアンビエントウェアオフって書いてるじゃないですか。これ実際タップしても、やっぱりそのさっきアプリで見せたこの現象が、使えるようになって意味わからんし。なんかこういう風に不具合起こるんですよ。これめっちゃいや、ほんまに。なんとかしてください。JBL さん。で、タップがね、なんかたまに効かない時があるっていうか、なんか効きが悪い時があるんですよ、かなり。で、ノイズキャンセリングにしたいのになんかできないとか、アンビエントサウンドにしたいのにできないとかっていうことが結構あるので、まあ iPhone 取り出して操作したりはしてますけど、なんかね、外れ引いたかもしれないです、僕。一応そんな感じです。なので、現状そこまでめちゃくちゃ満足してるかって言われたら、そこまで満足はしていない感じです。まあ、1万5000円以上出してね、イヤホン買ったので、もうちょっとしっかりしたものを届けてほしかったなとは思います。あおさんの充実。ところもいっぱいあるけど、この動画見て欲しいって思うやつおるんか？どっちかといえば注意喚起動画よるな。しかもこいつ、つい先日出たばっかりの JBL のツアープロプラスっていう存在を知ったらしくて、今結構凹んでるらしいね。っていうか、まだ喋ってんのにまた邪魔すりゃもう信じられんこいつ。いかがだったでしょうか？こちらの JBL のクラブプロプラス TWS、買ってよかったのかっていうところを聞かれると、正直微妙です。アプリの不具合とか、動画編集で使用しようと思って購入したんですけど、まあそこに対する遅延とかやっぱりどうしようもないところではあるとは思うので、今後ずっと使い続けるかって言われたら、ちょっと怪しいところではあります。ただ、本当に音が良かったです、このイヤホン。昔、有線の1万円以上するイヤホンとかも実際使ってて音楽を聴いてたりはしていたのですが、その時のイヤホンよりもこっちの方が音は良かったです。っていうか、自分で音が好みでいじれるっていうところがかなり最高なイヤホンです。音楽をよく聴く人にはかなりおすすめできるイヤホンではあります。私、ガジェットが好きかっていうよりかはどちらかといえば家電が結構好きで、気に入った家電はなんかちょこちょこ購入したりはするんですよ。で、今後も自分が気に入った家電等は紹介していきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。この動画が少しでもためになったっていう方は高評価の方も忘れずにお願いいたします。最後までのご視聴ありがとうございました。あおさんの休日でした。